はい、今回は1993年に行われました第31期連珠名人戦挑戦手合第3局というものを並べていきます。対局者は黒が川村典彦九段、白が中村茂名人となります。それではやっていきましょう。対局者に関しましてはね、おそらく編集で多分横の方に出しておくので、そちらの方をご覧ください。これなんといってもね、今回並べる対局、個人的に面白いから選んだんですけれども、長いんですよね。長いから、多分一つ一つエピソードをね、ずっと話してると、なんか何時間みたいな動画になってしまうので、ちょっとね、いつもよりは若干駆け足気味かもしれませんが、やっていきましょう。そして開始の線形は1、2、3となりまして、これはいわゆる嵐月という線形ですね。嵐月、嵐の月と書いて嵐月と読みます。で、この形ね、形を指定する側と色を選ぶ側っていうのが連珠では分かれてるんですけれども、この形を中村名人の側から指定したんですね。で、実際どうなったかっていうのを先にやりますと、4、5、6、7、8、9、10となりました。で、この進行はね、結構、昔は、結構ってことでもないかな。でも、比較的よく打たれた形の一つで、現代だと黒が完全に勝ちだということが分かっている形なんですけれども、非常に難解だということで、メインの線形ではないんですけれども、当時のね、比較的なんというか、打たれた形の一つかなというふうに思います。で、ちょっとね、この対局を並べるにあたって、私は調べてきたのですが、だいたいこの対局が打たれた1993年、その前後1年、1992年から1993年の間で、この形どうだったのかなっていうのを調べると、黒の勝率が7割弱、68.6% だったかなで出てきたんですよね。いやでも、68.6% っていうと、結構高い数字で、なんかそれだったらあんまり白やりたくないなっていうのが、個人的な感想なんですけれども、ただ、一つの事情として、この、番勝負の数ヶ月前かなのに、世界選手権があったんですけれども、それが、その中で、スウェーデンの方と、ラトビアの方がね、対局されているっていう、のがあるんですけれども、その対局がね、白がすごい解消してるんですね。で、この対局を見て、じゃあやってみようとなったのかはわかんないんですけれども、当時、そんなに早く棋譜って出回るのかなとか、そういう事情が何もわからないんで、この形がなぜ選ばれたかという事情はわからないんですけれども、そういう事情がございました。このあたりちょっと私は何も分かってないので、今口から出まかさで喋っているのですが、何かね、当時の事情にお詳しい方がいましたらね、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。で、この両者の対局ですと、さらに、2年前かな ?91 年だと思うんですけれど、の番勝負で、それでもね、この両者、この対局してるんですね。で、その時に、河村九段はこうしてますね。で、これも、すごく、まっとうな手というか、黒が連と剣先を作りまして、この白のね、この白の連とか連は、瞬間は大したことないよということで、先に先行しようという、形だったんですけれども、この対局につきましては、軽く見ておくと、こうなって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 、こういう進行になったんですけれども、で、これで以下、難解な形になったのですが、最後には、
中村名人の白番ですね、が勝たれたということがございました。で、というわけで、いわゆるそういう相性みたいなものもあるんですかね。相手から乱月を打たれるのは嫌だろうみたいなことも若干あるのかなというような気もしますが、もう一度やってみようという気持ちになったのかもしれませんね。そして中村名人の側は他ですと、91年かなの世界選手権で、これを白番を持って打ってまして、で、それがこうなって、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 大体こういう進行なんですけど、こういう白16を打ちまして、で、これが結果的にドローかな引き分けになってますね。というのがあって、そういう経験ももしかしたら踏まえられていて、別になんか黒の勝率が高いらしいけど全然白もいけるじゃんみたいな風に思っていたのかもしれませんね。そもそもこの時代、なんか簡単に黒の勝率何%とか白の勝率何%って多分調べられないので、そんなにそういうことを気にしてたのかっていうのはわかんないんですけど、どちらかっていうと肌感覚で、この形なら別に白を持って不満なしみたいな風に思って打たれたような気がするんですけれども、とにかく当時の事情としてはそういうことがございました。そして本譜は、こちらを採用しますね。で、この黒11っていうのが、現代でもね、最善と言われている手なんですけれども、こういう手がね、連樹って良くなりがちだよねっていうのが、この時代から多分2010年とか15年とか、なんかそのくらいにかけて多分ずっと言われていたような気がしますね。なんかどっちかっていうと、現代の感覚だと、こっちよりも一見こっちの方が有力に見えてしまいそうな気がするんですよね。なんか、その白の連をじっと止めておくよりも、黒がこういう風に先に攻めを組み立てる方が優先度が高いっていう風に、現代の感覚だと結構直感的にはね、思ってしまいそうなんですけれども、これがね、このじっと止めておいて、次に攻めるっていうのがいいですね。で、これがなんでいいかっていうと、これは私なりの解釈なんですけれども、実際こういう進行になるんですが、こうなった時に、白は結局一回受けないといけない。つまり、なんか早い攻めがないんですね。で、早い攻めがなくて、なおかつ黒の側は、例えばこれ白が放っておきますと、いきなり3から打っていくみたいな攻めですとか、あるいは、飛び3から3っていう手ももしかしたらどっかで考えられるかもしれないし、こういう手ですとかね。結構早い手がいっぱいあるんですね。こういう手ですとかね。だから黒はね、攻める手段に困らないんですよ。攻める手段に現状でも困らないから、一旦落ち着いて、受けに手を費やしておいても、攻めのリソースが足りるという判断を多分してますね。で、これで白がなんか先行して、白勝ちだっていうとね、それは問題になるんですけれども、そういうこともないというのが、分かってまして、おそらくこういう手になるんじゃないかなと思います。で、本譜の進行はですね、12、13、14となりました。ここが急所なんですね。で、これは、この14っていうのは、直接的には、次に飛び3から3みたいな手が、どこかであるといいな、みたいなっていうのもそうですし、一番の意味合いとしてはね、こういう手とかこういう手に打たれた時の、この斜めのラインを止めてるっていうのと、あとは、こうなった時の、ここのね、横のラインをね、先に止めてるっていうことで、黒の攻めの要所に先着してるんですね。攻めの要所に先着しながら、自分の方は、直接3から打っていくっていう動き方もありますし、あとはね、こうとか、こういう手がね、こういう手ですね。とか、場合によっては、こういう手とか、
が結構密かな狙いとなりまして、攻防一体の受けということになります。ただ、こういう手をね、打つには、一手ね、猶予がないといけないので、どうしてもここで次に黒がね、一手打っちゃうので、そんなに局面が白の思い通りに運ぶかっていうと、そういうわけではないです。そして本譜はこうなって、こうなりましたね。この手は、わかりやすくて、次に、3から、こう、どんどん打っていっちゃおうっていうようなね、手があるんですけれども、こういうような感じですね。で、これを、止めるってなった時に、この斜めの3を止めておこうっていうことですね。で、止めるだけだったら、例えばこういう手もあるんですけれども、こういうところに止めると、ここのラインですね。ここのラインが空いてるのが気になると。何かの時に一番いいタイミングでこのライン使われると困るので、こちらの方に受けたということですね。で、この局面がおそらく当時だと難解だと言われていた局面なのかなと思います。これは名人戦のね、挑戦手合を解説している本があるんですけれども、確かね、その時の解説だと、中村名人はこの局面をすごく研究していて、黒勝ちなしという結論を出されていたとのことですね。なんだっけな、なんか研究図は500を超えると豪語していたみたいな記述があるんですけれども、ちょっとうろ覚えなので、具体的にどう書かれていたかはちょっと覚えてませんが、そういう事情がありました。現代ですとね、ここから黒が勝つことが分かっているのですが、それがね、結構また特殊っていうか、今の連中に慣れてると特殊ではないんですけれども、当時としては多分特殊な手を打って勝っていくので、結構難しいと思いますね。で、本譜はこうなりました。これはすごく自然な手でして、今、白が16と左側の方をね、結構重視して受けたので、黒は右側に攻めたと。これは相手の受けた側と反対側の方、なおかつ自分の連がね、近いところに展開するっていうのは、すごくレンジの鉄則といいますか、原則に即した攻めですね。で、白18となりました。これは、こう止めてしまうと、こうとか、こうとかが、この連とこの剣先が繋がってきてしまうのを、多分気にしましたかね。具体的にどう使うかはね、ちょっと考えないといけないんですけれども、黒で、ここでね、かなり自由度があるので、うかつね、こう空間を残しておくと、すごい攻めが来てしまうということなんですけども、そういうことで、この連ではなくて、この9と5のね、連との連携を断つっていうことを白は優先して受けましたね。あとこっちだとね、白がこの14と18っていう連を作ってるので、ちょっとね、受けに心の余裕があるっていう意味合いがありますね。そして、黒は19となりました。これも、自然な手なんですけれども、おそらく一番パッと見えるのは、こういう手だと思うんですけれども、多分ですけれども、いや、どうなんかな。ここで多分こういう手を気にしたのかなっていうことをちょっと思いましたね。で、こうなって、例えば、こうなって、こうなんかどんどん打っていっても、何もないですし、3で取られちゃうし、ということで、で、19、20ってなると、黒は19で、石がね、内側に向いてしまうと。対して白20は、止めただけなんですけれども、白が、外側に行って、結構快適だよね、ということで、こういう時に、相手の打ちたいところで打てということで、こちらに打つというのはね、結構レンジではよくあるテクニックですね。そして、白20、21、22となりました。これも自然な手だと思います。現状を放っておくと、
まあ、いろいろあるから、具体的にどれか選べって言われると難しいんですけれども、まあ、3から行くのがいいですかね。こうして、まあ、例えばこうですと、こうなって、こうして、このような手で、まあ、資産勝ちができますと。できますし、まあ、こちらを止めると、まあ、4から3で、まあ、いっぱい来るので、まあ、こういうのはダメですね。まあ、止めても、まあ、例えば、こういう感じで、ちょっとパパってやりますけど、こういう感じで、ダメですね。なので、まあ、それをどうやって止めるかっていうことなんですけれども、まあ、こうされたときに、これ嫌ったのかな。まあ、ちょっと怖いのかもしれない。こういう手とかね、放っておくと、4から3とかが来るので、まあ、こういうのでもしかしたら持ってかれてるかもしれない。という判断なのかもしれないですね。まあ、なので、確実に相手の打ちたいところに打って、まあ、なおかつ、この20にもね、剣先を作って、防御をしましたね。特に、中村名人はこういう受け確かに多い気がしますね。受けるときに、ただ止める、ただ急所を止めるだけではなくて、自分のレンや剣先っていうのがなるべく切れないようにするっていうのをね、結構大事なポイントなんですけど、そういう手をね、特に積極的に選ばれる印象があります。そして黒は23と3を引きました。ちょっと。はい。で、まあ白はここに先に伸びましたね。これ伸びないでこう止めると、まあ、何も考えてなかったけど、多分詰むのかな。こういう感じで。こういう感じで、詰みですかね。まあ、こういう感じで詰んでしまうので、まあ、なので、24は打たないといけないんですね。打って、こうなって、こうなって、こう、見た目はね、いかにもちょっとね、黒25とね、剣先が2本できて、怖いんですけれども、まあ、白もその分24と26でちょっと外側に石が来て、この瞬間で勝てなければちょっとチャンスを作るよ、みたいな感じの構想ですね。で、黒は向こう10手ぐらいで、すごくいい攻めをできるかどうかっていうのがポイントになります。そして、黒27、28となりました。で、これがどうやら、こう止められないということですかね。これ、何かっていうと、こうなって、こう来るんですね。これが何かって言いますと、まあ、放っておくと、4から4、3という手がありまして、まあ、これで黒勝ってしまうんですけれども、かといって、こう止めても4から3という手があって、この2つの黒の勝ち筋を同時に止める手が多分ない。いや、本当はちゃんと検証しないといけないんですけども、多分ないということで、28はこちらがおそらく絶対だということですね。この黒の斜めのラインを消すという意味合いがありますね。で、ここで黒が勝てるかどうかというのが結構難しいですね。黒が勝てれば、まあ、黒勝ちですし、ここで、黒がちょっと、なかなか攻めが繋がらないなってなると、白が有望な局面になっていくという局面だと思います。で、本譜は、29と打ちましたね。これは、この一手だけだと、この一手自体は、ここにね、3があるから、意味がわかりやすいんですけれども、この後に何をするかということですね。ちょっと見ていきましょう。
4、31、32、33、どんどん打ちますね。34、35、どんどんいきますね。36、37、38。あ、なるほど。この剣先を外側に伸ばして、なんか上辺に行きたいみたいなことかな。30、あ、40か。40で、まあ、で、これを41で先手で消せるので、42となりますが、この時に何をするか。あ、こうしましたね。いや、こういうところ、ちゃんとしてるって言うとあれだけど、あと、飛びさんはね、なんかこう、反射的にこう中止めそうなんだけれども、まあ右側の方は特に何もないから、左側から止めた方が、後々白の役に立つでしょうということで、こういうところ、細かいところでね、ポイントを稼いでいきますね。で、43、44、45。あ、これはちょっと白の受けが成功したかな。46となりまして、ちょっとこれで黒がなかなか勝つのは大変そうですね。これ白しかも42っていうのがかなり受けに効いてるので、つまり、まあ、こういうのが特になんでもない。これ仮に、こうだと積んでるのかな。こうして、こうして、こう。こうして、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 こう。ああ、積みですか。んあ、積みじゃないわ。これ飛びさんじゃないわ。飛びさんじゃないから、全然違うわ。ごめんなさい。これ、まあ別にこれでも受けられるんかな。まあただ、まあ、なんかうまいことなんか、いい手がありそう。なんかこういうところからでもね、ここに石が入ってるかどうかで、この斜めのラインが通ってるかどうかの差があるので、これ全然違いそう。まあこれもしかしたら、黒が勝っちゃってるかもしれないけど、まあでも微妙ですね。まあでも42の方が確かに安全だ。うん。43、44、45。で、42に打つっていうのは、45に対してこういう手を打ちたいっていうことがあるんですね。これ中止めだったら、ちょっと怖いからこうしとこうかなとかいうことがあるかもしれないけど、こう、あくまで広い方からじっと止めたいということで、白の方針は一貫してますね。で、黒は、どうやってちょっと勝てそうにないから受けに行くかという感じですね。で、47と。これは結構うまい手というか、ついね、この46の周辺に何か手を入れてしまいそうなんですけれども、まあ、白46はこう瞬間なんでもないので、こう黒47とより白の後々打たれた時にね、危なくなりそうなところに先着しましたということですね。で、私が打つんだったら、パッと打つんだったらこうかな。あ、そうですね。48、49となりました。まあ、この49っていうのが、まあ、白のこう急所を止めてるんですけれども、まあ、この手自体が黒の攻めをね、特に残しているわけではないので、ここから白のターンということですね。あとは、まあ、白が勝てるかどうかというレンジになります。まあ、特に、これ現代の連中を並べてると、こう黒も白もお互いに襲いかかってくるから、あんまりね、こういうことにならないんだけど、昔のレンジは黒が序盤50手ぐらいを攻めて、白がその後勝てるかどうかみたいなレンジが比較的多いような気がしますね。で、50。なるほど。うん。これはまあ、レーンを止めながらレーンを作るっていう手なんですけれども、中村名人の手は全体的に、なんていうか、レーンとか剣先をね、しっかり作りながら止めるとか、こういう攻めの具体的なリソースを重視する手が多い気がしますね。
なんか漠然としたこう空間の急所に打つとかはあんまりやらない印象がありますね。なんとなく。それはなんか善悪とかっていう話じゃないんですけど。で、まあ51、52と。まあこれは50とのコンビネーションもあって、ちょっとね、52の威力を上げてるっていうのと、まあ、攻防でもあるので、まあ黒から特に有効打がないから、ゆっくりこう手を作っても大丈夫でしょうということですね。53、54。うわー、なんか、怪しい手。これ、例えばうっかりこう止めちゃうと、こうなって、こうなって、これで、ここは炭酸菌なんか。なので結構受けが神経使いますかね。パッて受けるんだったらこう止めちゃいそうだけど、これ秒読みだったら、すごいなんか大変なことになってそうだな。この時点でどのくらい、残り時間が残ってるのかはわかりませんが、この時の挑戦手合の持ち時間は5時間ですね。5時間の切れたら1手1分かなという対局だったと思います。ちょっと細かいところ違ったらすいませんが。で、55、なるほど。56、57、58。いや、そうですね。やっぱこうやって剣先をちゃんとね、地道に消していくっていう手なんですね。うん。ここは別になんか手が広いからいくらでもね、いろんな手考えられるんだけど、こう、確実に相手のリソースを消しながら、なんか有効打を作っていくっていうのがすごく中村名人っぽい手作りだなっていう気がしますね。59。まあこれは打たれると、ちょっと、レンがいっぱいできて、うわーってなるから打ったみたいな。で、60。これは、そうですね。剣先とレンと、あとなんかここともね、連携があるから、ちょっと見た目怖い。61、62。これはなんていうかね、こう、もしかしたら、こう、ソフトで検討させるともう50%、50%みたいな、もう、あとはもう満局みたいなね、引き分けみたいな局面なんかもしれないんですけど、これ人間がやってるとめちゃめちゃ怖いね。なんかいつ負けてもおかしくないっていうか、私が黒だったら負けてそう。63、64。そうか、これ3じゃないですね。なので、こちら側を受けましたと。66、67、68、69、70となりました。いや、これもね、なんていうか、うまいって言うと、なんか難しいんですけれども、なんていうか、こう、言い方が難しいんだけど、こう波のプレイヤーだと、この剣の形をなんかわーって決めちゃいそうなんだけど、わーって決めて、何もなくなった攻めが黒に全部受けられちゃって、勝ちがなくなったってなってから、こう、70みたいな手を打ちそうなんですけど、左側の、なんだろう、模様を曖昧にしたままこう打つっていうのが、結構、なんていうかテクニックだなっていう手ですよね。こうすることで、何かの表紙に左側に勝ちが発生する可能性もあるし、単純に相手の時間とかね、集中力を削って、左側攻めた時に相手のミスをね、誘えるということがあるので、これはね、かなり、うまいテクニックだなって思います。ただ、河村九段の方もかなり精度の高い受けをしてまして、局面どうなるかっていうのはかなりわかんないね。であと68っていうのが結構地味に大事な手で、すごい大事ってわけでもないんだけど、こうすることによって、この4をね、打った時に、ここが長連の筋になるので、もしかしたら長連とかね、四式金とかそういうことをね、狙うことがあるかもしれない。という手ですね。
で、73、71、72、73、74、75。これうまいな。これうまくこう4の連続で白模様を解消してますね。76、77か。まあ、この77も急所の受けで、まあ黒はね、勝つことはないんだけれども、確実に白の攻めるスペースを減らして、ドローにしましょうと迫っていきますね。78。うわぁ、怪しい手、怪しい手。超怪しい手。これ、なんか、何があるってわけじゃないんだけど、どこに止めたらいいかわからんな、みたいな。なんか攻めの急所がわかりにくいから、なんかの表示に間違えそう。79。ここをね、このレーンを止めておくのが命という判断をしましたね。80、81、82、いや、なんか怪しい手がうまいな。これもなんか、別に放っておいてもどうってことないのかもしれないんですけど、まあ、なんかね、こういう手とかね、単純に、なんか、こちら側に展開するっていう継続とか、まあ、こうとか、こうとか、なんかね、打たれたら嫌な手がいっぱいあるんですよね。この82自体が、形勢をすごく動かしてるかっていうと、ちょっとなんとも言えないんだけど、でも、すごい怪しい手。相手の対応が難しい手だと思う。いや、82か。いや、これなかなか打てない。いい手だな。で、81もね、かなり白の空間をね、すごく狭めてる手で、すごくね、まあいい手だと思うんですけども、それをなんか咎めに言ってる手ですね。あなたここ空間開けといて大丈夫ですかみたいなことを言いに行ってるのが82なので、なるほどな。こうやって打つんだ、レンジュ。難しいね。で、83。まあそうですね。こういうのを気にしましたね。84、85、86。怖い。これなんか、パッて打てって言われたら多分こう止めるな。だけど、なんかここにもなんかね、剣先いるんだよな。剣先いるから、なんかの表示に負けてもおかしくないから、すげえ怖いこれ。ひえ。なんかここが急所っぽく見える。あ、この手自体は、もう何があるかもよくわかんないんだけど、まあなんかあるんだろうけど、みたいな手ですね。うん。次の手見よう。87。ほう。これ打てないんだ。やばい、すぐにはわかんないかも。まあ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 、はい。88。いや、だからこう、盤面のこう、いろんな角度から攻めが来るから、大変ですよ。なんか目が回るよね。89。はあ、90ね。これもなんかこの剣先、だから放っておくと、こういうのがね、なんかどっかで効いてきて、まあ、すぐ勝っちゃうのかもしれないし、てかすぐ勝ちか塩入りはないよね。塩入りはないけど、なんか、勝ちは勝ちっぽい気がする。まあ、ただ、ちょっと瞬間だと判断がつかんだな。
まあ、ただ、なんか相当怖い手なのは確か。はい。91。いやー、怖すぎる、これ。いやー、これ黒もすごいね。なんか、これなんか3回ぐらい負けてそうな、あれだけど、私だったら。私が打ってたら3回ぐらい頓死してそうだけど、うん、すごい。92、あ、93か。こうなって、こうですね。こうなりましたと。で、これも結構ね、うまい手で、まあ、ここで次に3あるから、これ先手で受けますよって言ってるんですね。で、96、97、98。これこうすると、まあ、4が当たるから大丈夫だよってことですね。この、で、しかもここになんかレンが残ってるから、なんか怪しい手がね、あるんですね。まあ、さっきからずっと怪しいしか言ってないけど、なんかこのね、怪しいっていうのがね、連中結構あるあるで、こういうのね、すぐ負けるからね、これ怖いんですよ、こういうのされると。で、99、100、101、102、いやだって、これすごいなってもな、100手打ってまだ白の攻め続いてるっていうのが、103、104。いやー、怖すぎる。怖すぎる。105、106。いやー、このなんか極限状態で、ようやく形と決まってない左辺に打つっていうのが、しかもなんかいっぱい来るから怖いから、なんだこれみたいな。107、108、なんだこれ。で、ほう、ほう。なんかずっと相手のこう精神にプレッシャーをかけ続けてるな。なんかすごく独特っていうか、こうやって打つんだ、連中。はあ、これもなんか特に何があるわけでもないのかな。なんか手抜くのも嫌だから、嫌だっていうか、そのなんか手抜いて負けると嫌だから、精神的に手抜きたくないみたいなところあるんですけど、だってこれ30秒とか1分とかで打たれたら、ね、よくわかんないからね、よくわかんないから、うん。受けますよね。受けましたね。で、112と手を戻すと。これ手抜けなかったんかな。なんか、感覚的には手抜けたら手抜きたいんだけど、でも手抜けないんだろうな、こういうの。ちょっと、精査はできてないから全くわかりませんが、まあ、受けまして、こうなりましたと。112は、ここに、試算がありますね。放っておくと、こう打って、こうなると。でこれに対して、正しく応じなさいということですね。110、あ、だからここで止めましたね。これはだから、ここの4打って、こう資産があるから、それを止めた手。114、115、116、117、118、119、120、121、122まで黒投了となりました。122、なんと資産です。っていうことは、父親を止めてなかった。最後間違えた。こっち側の方を止めなきゃいけなかった説があるのか。こういうところとか、こういうところを止めてないといけないみたいな話なのかな。
いやでも、いや、難しい。難しい。これなんか、こうして、こうして、こうして、いや、こんなの打たれたら、もう冷えだよね。120。だから、113ダメだから、ここしかないのかな。いや、めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃだね、なんか。連中こうやって勝つんですね。いや、特にこう、現代だと、あの、満曲模様になること結構あるから、で、そこからどっちかがね、うまいこと勝てるかみたいな展開になることが割とあるんで、勉強になりますね。連中こうやって打つんだ。いや、しかし、122手で決着することあるんだね。なんか最長決着手数とかあるのかなわかんないけど。なんか連中って、なんか前に調べたんですけど、80手超えると基本ドローだなみたいなのが私の印象なんですけど、これ80手どころじゃないからね、100手超えてるから、5目クエストだったらドローだから、いや、すごいですね。すごい。うん。でね、黒もね、まあ、最後、ちょっとおそらく集中力が途切れちゃったみたいな感じだと思うんですけど、最後にちょっと、まあ、悔やんでも極めきれないよね、こういうの。って思うけど、でもそれまではかなり懸命な受けでね、食らいついていたので、両対局者すごい。いや、すごいですね。こういうの見てるとね、なんか触発されますよね。なんか自分もこういう練習したいな、みたいな気持ちになるんだけど、まあ、よくあるのはね、なんかそれで、こう、強くなった気持ちにはなるんだけど、なんか並べてみるとあれみたいな、そんなに変わってないな自分みたいなことはよくあるんですけど、まあ、寄付並べってね、結構そういうもんでね、そういうのを繰り返しながら少しずつやっていって、気づいたら、こう、あれちょっと強くなったなっていう感じなので、まあそういうのを楽しむあれですね。というわけで、今回は31期名人戦挑戦手合の対局を並べていきました。あと、直接この動画とはね、無関係なんですけれども、今使っているこのレンジ版が、先日投稿いたしました、私が作りましたビューアーです。まあ、こういった使い勝手となっております。まあ、もしよかったらね、皆様にも使っていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。それでは今回はご視聴いただきありがとうございました。